すみません。このアパートに住んでる方ですか？はい。すみませんが、ひときって知っていますか？すみませんが、ひときの知り合いとかですか？すみません。実は僕、ひときと高校の同級生で、今日遊ぶ約束してたんですけど、ちょっと道に迷ってしまって、あと携帯の充電もなくなっちゃったので、そうなんですね。じゃあ僕が電話して聞いてみますよ。Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは。ひときです。すみませんは、I'm sorry, excuse me, thank you の3つの意味がありますが、I'm sorry と excuse me は、意味が似てるのでわかると思うんですけど、なんで thank you の意味があるのかなということと、あとどうして日本人はすぐすみませんすみませんと謝っているのか。実はこれ日本の文化とすごく深く関係があるので、今日は僕がおばあちゃんから聞いたヤクザの話とかをしながら説明したいと思います。実はさっき言ったことは全部日本の申し訳ないという文化で説明できます。この申し訳ないという文化は、例えば他の人に迷惑をかけることをした時にごめんなさいと思う文化のことです。こういうふうに他の人に迷惑をかけてごめんなさいという時にすみませんをよく使います。すみませんは住むことができませんという意味になります。そしてこの住むは deal with の意味があります。ですので他の人に迷惑をかけた時にごめんなさい、どうしよう、I can't deal with this feeling とかそういう意味になります。ですので I'm sorry と excuse me の他にも何かしてもらった時にこの僕のために僕のためにわざわざそんなこと何かさせちゃってごめんなさいという意味になります。ですので先生とご飯を食べに行った時に先生がおごってくれたら僕はすみませんと言うと思います。これはもちろんありがとうございますの意味なんですけど、どっちかっていうと先生は僕にいろいろ教えてくれて、尊敬しているのになんか僕がするんじゃなくて先生が僕にしてくれる。これはなんかありがとうというよりはちょっと僕のためにいろいろさせてしまってごめんなさいという気持ちの方が多分あるので、ですのですみませんを使います。先生じゃなくて友達が僕をおごってくれた時はすみませんじゃなくてありがとうと言います。これは友達が、先生みたいなそういう尊敬する人とかではないですよね。ですのですみませんじゃなくてありがとうを使います。もちろん先生にすみませんじゃなくてありがとうと言っても大丈夫ですけど、すみませんと言った方が申し訳ないという気持ちを出せます。この申し訳ないという文化はすごく日本人の考え方と関係しています。僕たち日本人は小さい頃からよく他の人に迷惑をかけちゃダメというふうに言われてきました。これはもちろん他の国でもそういうふうに教えていると思うんですけど、日本ではその教育がすごく強いと思います。特に僕のおばあちゃんとかひいおばあちゃんの時代にこれはとても強かったと思います。その時代の普通の人はもちろんその申し訳ない文化を持っていたんですけど、ヤクザでさえその文化を持っていました。なんか僕のおばあちゃんが昔コンビニでバイトをしてたんですよ。そしたら3人組の若い、ヤクザの人がコンビニに入ってきて、その後勝手になんかスナックとかあとは飲み物とかを飲んで、そのままお金を払わないで帰りました。もちろんおばあちゃんはちょっと怖くてあまり言えなかったみたいなんですけど、その後その3人のヤクザと1人のボスがそのコンビニに戻ってきて、そのボスが大変申し訳ありませんでしたというふうにおばあちゃんに謝ったらしいです。そして他の3人組はすごい怒られて、その後そのボスはおばあちゃんにここに包丁はありますかというふうに聞いたらしいです。おばあちゃんはちょっと怖くて何も言えなかったんですけど、ボスがその3人の中で多分一番偉い人かな、そのヤクザを連れてコンビニの料理するところへ行って、その男の人の小指を包丁で思いっきり切りました。これはヤクザの指詰めという文化です。何か他の人に迷惑がかかることをした時にそのした人は指を切って、こういう状態になります。
ですので僕たちは小指とかがない人を見ると、ああこの人は前ヤクザだったんだなというふうに分かります。こういうふうにヤクザでも他の人に迷惑がかかることはしないというふうに教育されていました。超怖いですよね。こうなってまた悪いことしたらだんだんこういうふうになっていきます。超怖い。ヤクザじゃなくてもちょっとした火事を起こしてしまったら、もうその人はそこに住むことができなかったらしいです。なんか他の人に申し訳なくて、すごく気まずくて、もうそこに住むことはできない。そのくらい他の人に迷惑をかけるということはとても悪いことというふうに教えられてきました。ですので日本人は何かあった時にすぐにすみませんと謝ったり、いいことをしてくれた時でさえ僕のためにそんなことをさせちゃってすみませんというふうに言います。この相手に迷惑をかけないというところから、多分電車とかバスとかの時間もちゃんとしっかり来るようになっています。では話をもっと深くして、なんで日本人はそんな文化を持つようになったのというのを、僕が考えてちょっと言いたいと思います。それは多くの日本人が小さくて強いコミュニティを持つことが好きだからです。日本は島国ということもあるんですけど、昔から鎖国とかしてあまり他の文化を受け入れなかったり、皆さんもよく留学に行った日本人がその小さな日本人だけのコミュニティで仲良くしているのとか見たことないですか？他にも僕のひいおばあちゃんの時代とかは、ひいおばあちゃんがスーパーへ買い物に行って帰ってくると、ひいおばあちゃんの友達が勝手に家に入ってテレビとかを見ていたらしいです。他にも料理をしていて、ちょっと今醤油がないなという時は隣の家へ行って、ちょっと醤油貸してとか言っていたらしいですよ。そういう風に小さいけどとても強い関係のコミュニティを作っていました。ですのでそのコミュニティで嫌われてしまったら、もちろんそこに居続けることはできないし、他のところに行ってもそんなに強い関係になるにはすごく時間がかかりますよね。ですのでそういう風に昔から何かあった時は、まず僕が悪いんだなと思って、それですみませんという風に謝ります。これで皆さんは最初僕が言ったなんで日本人はそんなにすみませんすみませんって言うんだろうっていうのが少し分かったかなと思います。僕たちは他の人に迷惑をかけないようにずっと言われていて、もしかけたなと思ったらすみませんということでお互いの関係を良くしようとしています。ありがとうのすみませんはリスペクトしている人に使うので、知らない人とか、あとは先生とかそういう尊敬する人に使います。敬語と同じですね。あと書くときはすみませんなんですけど、発音するときはすみませんは言いにくいので、すいませんということが多いです。今日勉強したすみませんは他の人に迷惑をかけたと思ったときはいつでも使えます。ですので、例えば電車の中にいて外に出たいときにすいませんすいませんということができたり、あとはちょっとぶつかっちゃったり何か悪いことをしたときにすいませんと言えます。他にもレストランでご飯を持ってきてもらった時にすみませんということもできます。これは僕のためにここまで持ってこさせてしまってすみませんという意味になります。もちろんありがとうございますと言っても OK です。でも今日勉強した申し訳ないという気持ちがあった時は特にすみませんというふうに言います。I've never talked about this topic with foreigners, so I really want to hear your opinions. Thinking about your experience, do you think what I said is correct? Or do you have any other opinions? Please let me know. 皆さんありがとうございました。よし、撮影終わり。